放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第45話光栄クトシファルネラ。朝焼けが山の肩を金色に染める頃、村はまだ眠りの余韻に包まれていた。昨夜の祝宴の名残が炉の奥でほのかに漂い、冷えた梁をくぐってゆっくりと立ち上る。ユーマは戸をそっと開き、澄んだ雪や明かりを吸い込んだ。もう起きてたのね。振り返るとセレスが杖を手に立っていた。少し寝不足の顔をしながらも瞳はキラキラと冴えている。出立するなら今ね。太陽が昇りきると雪が緩んで峠の崩落率が急上昇するわ。ふふふ。朝からそれにゃセレスっぽいけど、あくび混じりにリーナが笑う。頬にはまだ甘酒の赤みが残っていた。統計と因果は命をつなぐ鍵を掲示する理由は、はいはい。じゃあ急いで準備にゃ。リーナは灰の仰せを追い、肩紐をぎゅっと締めた。門の外では村長や子供たちが見送りに集まっていた。行く煙の中で村長は深々と頭を下げ、よう必死に走りがいた証文を差し出す。竜の名役の証に村としての感謝を記した文です。身分の証明を求められた際の助けになるでしょう。ありがとうございます。大切に使わせてもらいます。ユーマはそれを受け取り、盾の紐を結び直した。子供たちが手を振る。行く煙の向こうで村の姿がどんどん小さくなっていく。やがて峠道を登りきると、水煙の細い糸が白い世界に溶けて消えていった。いい村だったにゃ。リーナが名残惜しそうに振り返る。ああ、でもユーマは遠い峰を見上げた。あの尾根に今もバルスルグの気配がする。約束は違えないはずだ。保証の確率はセレスが横から即座に突っ込む直感で9割5分ってとこかな。ユーマが応じる。なら統計補正込みで 99.8%、 実質 100% ね。セレスが満足げにうなずく。盾は傾向、村は竜が守る。数式が完璧に閉じたわ。峠を抜ける頃、陽光が雪解けの斜面に小さな虹をかけた。朝もやの先に果てしない平原が広がっている。年まではあと3日ってところにゃ。積雪の少ない平地なら2日半、野営を減らせば2日で着くわ。リスクは 2% 増えるけど、セレスが地図をパタパタ広げる。つまり急げば2日で着くってことでしょう。まあそういう解釈でも間違いではないわね。リーナがくすりと笑ってスキップ気味に歩き出す。ユーマとセレスも自然と笑みがこぼれた。昼過ぎ、山麓の凍った川沿いに出た。日差しが斜めに差し込み、氷面が金の鱗のようにきらめく。ユーマは腰を下ろし、湧き水で喉を潤す。交易都市で最初にやることは情報ね。お給料、魔導市場の相場、隠しの情勢、更新しなきゃ困ることばかり。セレスは地図を指で軽く押さえながら答えた。リーナが頬を膨らませる。セレスは年についても数字とねめっこする気なのを。楽しみ方は人それぞれ。でもデータさえ押さえちゃえば世界の流れが読めるようになるわ。すると結果的に君が大好きなお菓子に出会える確率も上がるのよ。リーナの耳がぷくっと反応。それめっちゃ教えて。簡単よ。条件を甘みの高い天候に絞るだけ。後悔するのはリーナの自由だけど、私は止めないわ。セレスが小悪魔的な笑みを浮かべると、リーナが吹き出した。いやー、それ最高。3日目の午後、丘を越えたところで光栄クトシファルネラの外壁が姿を現した。厚い石造りの城壁がぐるりと街を囲み、戦闘がいくつも空へ突き出している。土門には荷馬車の列ができ、商人たちが喧騒をまく散らしていた。うわぁ、めっちゃ賑やかにゃ。リーナが駆け足で門を見上げる。推定人口3万2000、交易路3本が交差する中枢都市。
しいな。ユーマが苦笑い。門番の視線がユーマの背中のつららの盾に釘付けになる。一瞬だけ警戒が走る。ユーマは村長から預かった証文を差し出した。兵士は印字を確かめると表情を和らげた。節礼の村からか。あそこは今年も厳冬だったろう。よく来たな。旅人たち、中へ通れ。門をくぐると同時に都市特有の匂いが押し寄せてくる。別の匂い。香辛料の刺激、果実の甘さ、焼くたてのパンの香ばしさ、雪国の静けさとは全く別世界だった。ここからが俺たちの新しい章だな。ユーマのつぶやきに事件発生確率も急上昇するけどね。セレスがさらりと毒を吐く。事件なんていらないよ。美味しいものと楽しい出会いがあればいいにゃ。いいなは目を輝かせたままだ。大通りは人であふれ、商人たちの呼び声が小発酵から降り注ぐ。炭屋の火花、川の匂い、果物の甘ったるい香り。目と鼻が忙しすぎる。すごいにゃ目が回るけどめっちゃ楽しい。宿探しは難航した。門近くの宿はどこも満の札。5件連続で断られ、ビーナの耳がだらんとしだれる。寝るところないと死ぬにゃ。受給バランスが崩れてるのね。中心街から外れた低価格帯を狙いましょう。セレスが口調を崩さず分析した。つまり裏道りを探すってことね。ユーマは笑いながら通りの奥を見渡した。川沿いに見つけたのは木造2階建ての宿。青い山猫亭。わらぶき屋根の下から漂う保守ハーブの匂いが道草のように柔らかい。2人部屋が2つと小部屋が2つ。布団を足せば3人でも行けるよ。おかみが帳面をめくりながら言う。それでお願いします。金貨を渡すとおかみは臭くに笑った。町は物騒だから気をつけな。それと市場が一番賑やかになるのは午後の鐘の後だよ。やっと落ち着けるにゃ。ビーナが小声でつぶやく。身を置いた3人は市場へ向かう。露店がぎっちりと道を埋め、色鮮やかな絹、干した果実、東西区の装飾品が陽光を跳ね返していた。交易の中心地だけはあるな。見てるだけで目が忙しい。ユーマが苦笑する。商品数は村と比べ物にならないし、値もすぐ動くみたいね。面白いわ。セレスは値札を眺めながら言った。見てみて飴玉。ビーナが駆け寄り、小さな琥珀色の飴を嬉しそうに受け取る。その瞬間、怒号が上がった。泥棒だ。捕まえろ。ざわめきが波のように広がり、露店の人々が一斉に振り返る。通りの向こうで小柄な少年が麻袋を胸に抱え、転びながら逃げ出す。少年と共に店柵から金貨がこぼれ、キャリンキャリンと石畳を跳ねながら転がった。とどめろ。あいつだ。ひげ面の商人が顔を真っ赤にして追いかけてくる。群衆は自然と少年の進路を塞ぎ、逃げ場を探す少年に冷たい視線を向けた。そう、石畳に膝をついた少年は袋を抱きしめ、震える声で叫んだ。俺は盗んでない。続く。次回第46話。意図的に刻まれた三日月の門。